剛みなみと申します。以前アクタスで働いておりまして、今は内装系の会社で営業として働いております。会社にいる間は恥ずかしくて出るのちょっと躊躇してたんですけど、今回は思い切って出てみようかなと思いまして。わかりました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。間取りだったりとか家族構成、はい、広さだったりも大丈夫でしょうか。間取りは 1LDK で広さは約39平米です。で、一人暮らしですね。部屋の特徴としてやっぱ天井高高いっていうのが大きいんですけど、あとは窓面も割と大きいので、すごくこう抜けてる感じも出て、そういったところを気に入って賃貸なんですけど、もうこの部屋がいいと思って決めました。じゃあ早速なんですけども、はい、ご案内いただいても大丈夫でしょうか。はい、まずは玄関からご案内いたします。これ玄関ですかね。はい、玄関です。玄関はどういった特徴があるとかおありになりますか。玄関はですね、実はここのお部屋収納がないので、自分で収納の棚とかを用意しなきゃいけなかったっていうのが難しいポイントでもあったんですけど、スチールとか白で統一しながら物を収めることができたかなと思ってます。個人的にはこのアルテックのスツールですね、はい、ちょっと靴履く時に腰掛けたり荷物置いたりとかするのに重宝してるんですけど、天板がリノリウムのグリーンなんですけど、結構色がすごい良くて、確か限定色でもう今はないかもしれないんですけど、リノリウムの素材って経年変化がすごくいいと言われていて、まだちょっと綺麗な部分もあるんですけど、ちょっとずつ味が出てきて好きな感じに仕上がってきてるなと思います。後ろのラックはどういったブランドのものだったりとかするんですか。これは IKEA さんです。ちょっと後でリビングの方もご案内するんですけど、割と先ほど言ったように収納が少ないっていうのが問題だったんで、ここは最低限の機能あればいいよなとか、そういったところを考えながら入れ込んでいきました。ちょっと考えたのは、これ屋外でも確か使えるものなので、例えば次引っ越した時に使わないなと思っても、もしベランダが広かったらそこでも使えるなと思ったので、持ち家じゃないっていうところで選んだみたいなところもあります。これもスチールラックは IKEA さんなんで、ちょっとシンプルで白っていうところで買いました。基本的にあまり物を置かないようにはしていて、いつも使ってるリュックを帰ってきてここに置く。で、これトレーなんですけど、つけてるリングとかはここに入れて、でそこから手を洗いに行くみたいな流れで、ここでちょっと帰ってきた時に一回身につけてるものを外すっていうような作業をする場所です。ここに住んでもう4年ぐらいになるんですけど、自分の生活動線がやっぱ分かってくると、ここにこういうのあると便利だなみたいなのが分かってくるので、今はここがすごい使いやすいポイントになってます。照明はどういったものをお使いなんですか。これはフロスのベルホップというポータブル照明なんですけど、つけるとこんな感じになっていて、ベルホップってツヤのある塗装が多いんですけど、はい、これマットなのがすごい可愛いなと思って、あんまり衝動買いしないように気をつけてるんですけど、割と衝動買いに近かったです。全体的に白の家具が多いんですけど、小物とかは結構黒が多いんで、靴も黒多めなんですね。なんでこういうポイントで黒を取り入れてあげたいなと思っていて、すごいぴったりはまったなと思ってます。どうしても気になっていることが1個あって、はい、上に贅沢な照明がかかってるなと思ってたんですけどはい、PH5 さんです。PH5 はアクタスに入社してすぐくらいに手に入れたものなんですけど、引っ越す前の部屋とかは他にまだ照明がなかったので、この子を部屋の真ん中のアイコン的な使い方をしていたんですけど、ちょっとやっぱりいろいろと欲しいものとか他の照明も増えてきて、いやどこに釣ろうかなと思った時に PH5 高く釣っても可愛いかなと思っ
で、ちょっと贅沢なんですけど、ここに吊ってみました。ダイニングテーブルの上に吊る方も多いので、ダイニングテーブルって大体目線の高さくらいが綺麗な高さって言われてるので、見上げることってあんまりないんですけど、入れてみたら、あ、こういう使い方もいいなと思って今すごいハマってます、廊下の中で。で、次はリビングダイニングご案内いたします。ここはどういったテーマというか空間なんでしょうか？窓が大きいっていうのが特徴のお部屋かなと思うので、大きなコンセプトってわけではないんですけれども、ちょっと窓際を好きなもので集めるっていうところと、お気に入りの眺めスポットを作るみたいなところがコンセプトになってます。ちなみに一番のおすすめ眺めスポットはどこなんですか？おすすめポイントはここですね。部屋の真ん中のダイニングチェアのところになります。もうここに座ると目の前が窓で、空と木が見える位置なんですけど、ここに座ってコーヒーを入れるのが好きなので、ぼーっとコーヒー飲みながら、ちょっとここに iPad あるんで YouTube とかこうやって見ながらゆっくりした時間を過ごすことが多いですね。一応一つの部屋にはなるんですけど、なんとなくこの辺りはダイニングのスペースとして作っています。この M21-2 というダイニングテーブルが結構面積としては大きいんですけど、多分今までの YouTube でもいろんな方が使ってるのはご紹介あったかなと思うんですけど、私もやっぱりこの M21-2 はもうどうしても欲しいと思って買ったアイテムです。全体的にやっぱ白が好きなんですけど、小口がチェリーなのがめちゃくちゃ可愛いなと思って、それまでは小口だけちょっと仕様が違うっていうのもなかったんですけど、開発の方がこれをやりましょうって言った時に、もうまだ発売前からもう絶対に欲しいと思ってお金を貯めるように頑張りました。あとやっぱここに引っ越してくる時に広いところがいいっていうイメージはなんとなくあったんですけど、内装の色とか見た時に M21-2 のホワイト小口チェリー絶対合うし、それを真ん中に持ってこようって思って引っ越してきたので、実際入った時にやっぱりと思ってよかったなと思いました。椅子は2脚今使用してまして、まずこちらがですね、カイ・クリスチャンセンっていうデザイナーさんが作った、ヴィンテージのチェアなんですけれども、これもアクタスで購入してます。ちょっとヴィンテージなんで一点物にはなるんですけれども、特徴としては結構色の濃い木を使っているので、ここの小口とのリンクしているところがお気に入りです。奥はもうみんな大好きワイチェアです塗装はビーチの木材のソープフィニッシュにしています。これもそうですね、10年くらい使っているんですけど、だんだんちょっと傷とか味が出てきて、焼けもいい感じになってきて、ツヤ感とかですね、好きな仕上がりになってきたなと思います。ここの部屋の特徴として天井高あるっていうのもあるんですけど、珍しいなと思うのはライティングレールが上に長く走ってるんですよね。照明も好きなとこに吊れるんですが、それ以外に植物を引っ掛けるフックとか自由なところにつけれるので、それをちょっと活用していろいろと吊ってます。照明は少し前に廃盤になっているんですが、ルイス・ポールセンのパークフースという照明です。ほとんど電球が見えているので、光源としては結構強い光になるんですが、このシェードのラインがですね、影になって壁に映り込む感じとかもすごい素敵で、2頭長さ違いでつけるっていうのはこのテーブルとセットで考えてたのでお気に入りの照明です。で、あと釣ってるものでいうと植物が結構大きいものが目に入るんですけど、コウモリランですね。これちょっと実はアクタスを退職する時にですね、チームのみんなからいただいたものでして、1年くらい前にいただいたんですけど、すごい勢いで成長して、もう今葉っぱがめちゃくちゃ大きいので、部屋の中ですごい存在感を放っています。この子たちももう結構長く育てて
いる子ばっかりなんですけど、葉っぱの形に特徴があるものが割と自分は好きなんだなと、今パッと見て気づきました。改めてはい、これはイグサの種類の一つなんですけど、ちょっとこうトルネードしてる感じとか、なんか綺麗にトルネードしてるものもあれば、本当だ、ちょっとふにゃふにゃっていってるものもあったりして、ちょっとへんてこ感が可愛いなと思って入れてます。陰影は大事にしてるポイントなので、昼間の光もうまく使ってインテリアに取り入れたいなと思ってますし、あとはちょっと夜こう照明をつけた時にどういう風に影が映るかとかっていうのはちょっと考えて配置しています。奥はですね、モンタナというシェルフで冷蔵庫までピタピタで作っています。割と最近購入したものなんですけれども、ここの寸法を測ってはまるようにめちゃくちゃシミュレーションしました。この照明はルイスポールセンの pH2 分の1です。これも照明つけると、ちょっと今昼間なんですが、壁に影が綺麗に出るので、モンタナの白とも相まってここにパチッとはまっているかなと思います。レースカーテンはクリエーションバウマンというブランドのビバーチェという種類を使っています。バウマンのレースってめちゃくちゃ綺麗で、光の透け感とかこういうドレープ感が本当に綺麗に出てくるのが特徴なんですけれども、いろんな生地がある中でこのビバーチェっていうのはちょっと織りが強い生地になってます。ドレープの綺麗さがありつつも、この織り感がこう光の引っかかりみたいになってすごく綺麗に出てきてくれるのでお気に入りのレースです。実はですね、最初はもうこのレースだけでいいかなと思っていたんですけれども、やっぱどうしてもちょっと西向きで午後日差しが強い時があるので、ちょっとドレープあった方がいいかなと思いつつも、これまたオーダーで作っちゃうと引っ越した時とかにどうしようと思いまして、これはファブリシアのプランというちょっともう廃盤になっちゃった生地なんですけども、これを切りっぱのものなんですがざっくりつってます。これもですね、やっぱちょっと織りの強いものにしているので、光をいい具合に遮ってくれつつも出てくる影みたいなのがすごく綺麗だなと思って使っております。続いてはリビングコーナーご案内いたします。リビングはそんなに広いスペースでもないんですけれども、主役はこのアイラーセンのラーソファーになってます。結構私はソファーでダラッとするのが好きなので、ちょっとぼーっとしたいなって時はここに座って外を眺めてます。ラーソファーはですね、アイラーセンの中でもここ数年のモデルなんですけど、システムソファーと呼ばれる組み合わせて使えるソファーになってるんですが、これはショートバックといってこう背もたれが途中で終わっているものになります。こんな感じで。なるほどなるほど。はい。なのでこれもやっぱりちょっと将来的に引っ越した時とか置きやすいものとしてイメージしながら購入しました。最後このテーブルはですね、マジスというブランドのワイルドバンチという名前のテーブルです。デザイナーはコンスタンティン・グルチッチという下がちょっとトルネードになっているのが特徴で、これ回して高さ調整ができます。このタイプのスツールが割と有名というかですね、商業施設とかでも使われていることがたまに見かけるんですけど、テーブルはあんまり見かけなかったのでオーダーをしました。高さを変えられるので、隣のダイニングテーブルと同じくらいの高さにもできるんですけど、これは今ソファに座った時にちょうどいい高さになるように設定しています。照明はですね、フリッツハンセンで今使っているオウルという照明になります。ちょっとつけてみれるかあれですけど、下が光源になっていて、でここは全面的にこう発光しているように見えるんですけど、光が下向きなので、ここの傘の部分が綺麗に浮かび上がってくるようなイメージで、ちょっとなんとなくキノコっぽいなみたいな、これもやっぱ陰影の出方が非常に綺麗でお気に入りです。ここにも照明とあとモビールをつってます。モビールはフレンステッドというところのモビールなんですけれども、今ちょっと風がないんでゆっくりした動きなんですけど、風が当たるとひらっと
揺れる感じがすごい可愛くて、でこれも日が落ちてきて夜になると影がこの辺りに落ちてきて、なるほど。すごく可愛い綺麗なモビールです。で照明は、アルテックの A338 というペンダントをつってます。でこれ今実は背面でして、はい、ちょっとくるっと回転するとこっちが、なるほど、はい、光源になってます。なんでこっち向きにしてるかというと、つけた時に光が壁に当たるように考えてこっちにつけました。これも形に一目惚れして購入しました。スポットライト的な使い方もできるっていうのが特徴の照明なので、光源的には正直ここ足りてるんですけど、モビールと同じような使い方って考えてて、ちょっとインテリアの要素としてあると可愛いなと思って入れてます。このラグはですね、今ちょっと2枚敷いてるんですけれども、はい、手前の緑のものがノットラグのブークレというシリーズです。奥のよく見るとなみなみになっているのがファビュラーラグのデイジーというものになってます。どちらもですね、ウールラグで、私無類のウールラグ好きで、見た目ももちろん柄とかも色とかそういうのもこだわったところではあるんですけども、やっぱり足触りっていうのを一番大事にしていて。キッチンの奥のやつもそうだったりするんですか？そうですね、これはグッド 80% で扱ってるウールタイルのカーペットなんですけれども、ウールラグって本当に裸足で立った時に気持ちよくて、いろんな素材のメリットデメリットがあるので、絶対にこれがいいみたいなのはないんですけど、私はやっぱウールラグが一番いいなと思って愛用しておりました。最後に水回りの方をご案内いたします。水回りはちょっとこれもそんなに広くはないんですけど、洗面台が中心にあって、隣にトイレスペースがあって、背面にお風呂っていうような間取りになってます。これも実はちょっと収納がそんなにないっていうのが困った部分だったので、玄関と同じ IKEA さんのスチールラックを使って収納を作りました。またここでラグが出てくるんですけれども、はい、これもキッチンと同じ、グッド80のウールタイルラグを使ってまして、ここはちょっと青の色にしてたんですけど、こっちはオレンジをちょっと基調にして入れ込んでいます。なんかやっぱ色の入れる部分とかって結構ラグがあると入れやすいので、そんなに要素がない空間なんですけど、ちょっとワンポイント入れるだけでもインテリアとして組み合わせる楽しみみたいなのは出てくるかなと思います。では先ほど言ったリビングダイニングに戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。改めて自分の部屋ってこういう考えで作ってるみたいなのをあまり考えたことがなかったので、この機会にこれってこういうことを考えてたんだなみたいなのをちょっと思い起こすことができてよかったです。コンセプトとかを持って部屋を作るのもすごく素敵だなと思うんですけど、私はあまりちょっと強いコンセプトを持って作ったわけでもなくて、なんかいろんな楽しみ方があるなと思っています。私がアクタスにいた時にすごい好きな言葉があって、アクタスっていろんなブランドだったりメーカーの家具を取り扱っているんですけど、それを編集して見せているっていうところがよく社内でも出てくるキーワードなんですけど、その編集するっていうやり方は私はすごくしっくりきたなと思っていて、今日ご紹介した家具とかもいろんな国のいろんなものが集まってきているので、それを自分なりの編集を加えて好きな空間にしていくっていうのがインテリアを楽しむ上で大事なことかなというふうに考えています。以上、松吉のお部屋を紹介させていただきました。ありがとうございました。